田村仁さん、当時15歳。爆心地からおよそ 1.5 キロ離れた西天満町の東洋製缶の工場で被爆。学徒動員として働いていた田村さんは被爆の瞬間、大やけどを負い、倒れた工場の下敷きになりました。その後、やけどの治療のため学校は一旦やめざるを得ませんでした。被爆してから今までずっと耳鳴りが続いています。原子爆弾よりも戦争自体が恐ろしいと田村さんは語ります。朝は家は7時に出ました。今の港町の家からですね。で電車の駅から、電車は、当時はもう学徒動員ですから切符も何もいらんのですが、ただこれ車いうバッジをねつけとくんです。そしたらそれ見たら車掌さんも運転手さんになります。ただで降りて乗って降りて、で7時半にもう8時から作業ですが、皆その各働くところで8時になるまで待機して、それを私が出血を取りに回ったんです。出血を取りに行き、最後に済んだ時ぐらいに警報が鳴って、置いてみたら飛行機の飛しよったんですが「原爆じゃろう、お前それが光って、原爆には皆原爆ドームへあっこ直接落ちた思われるような学校ですが、そうじゃないし空中で爆発したんですからね。ドガンとかバガンとかそういうじゃないし、ドガンかね、光はものすごかったです。光で皆あれでしたんですから、色がね黄色のか赤い色なんか黄色のああいう色だったですがね、飛ばされてみんなが仕事しよる、待機しとる部屋へ飛ばされて、みんなはその家が燃え出したからみんなそれから出て、私はその家燃えとるとこ飛ばされて外へ出とったんですよ。体は家の中に。ほんでその足をバタバタしとったかどうか知りませんが、それを見てその中へおる人間が中が燃え出したら、中をおる人間はどうもないですからね。どうもないじゃなんですが、出て表2人ぐらいが足を引っ張って何にもない燃えんとこへ。ほいでその人らも燃え出したから恐ろしいから皆逃げてしまう。工場が機械の部品作るので油ガソリンで洗いいろんなものがあって、そこから火が出て工場の中がですね、中の仕事するものがみんな出て、出て建物が燃えますからね。そしたら黒い雨が降って、黒い雨が降っても火事は家の燃えるのはそれぐらいで消えりゃしません。ずっと燃えとった。黒い雨が降って、あれ気持ちいいのって、その時あれあれ思ってこっちはさっき言ったこっち全部で、こっちの目だけでこう見たらようよう側が見えて何もない、こっちは火が燃えよるいうことが分かったです。火が今ここから半分やけどで、ここら辺もなんかここらたくさん傷がだいぶ治ったですけどね。倒れた人おられましたよ。それで元気のいい人は一人もおらん。そう逃げておらんです。そのとこ恐ろしいとこ。いや原爆ドームは私が倒れたとこからああいう場所が見えるんですよ。近くですから。ほいで他のもの中には他の家が全て焼けてないんですから見えますよ。
いや父親が今の会社の従業員の人を連れて私を探しに来て、場所は勤め先の場所は家のも知っておりますから、天満町の東洋製館へ行き寄ることは知ってる。そこへ来て、それで顔も何もわからんかった自分が父親が書いた名札を見て、あらこれうちの息子じゃ言うんで、それで恋まで従業員の人に交代で会うてもらって、橋がめげとって電車か汽車じゃない電車のかなんかの枕木の橋があって、その枕木の上を会うた人が歩いて私を会うて恋の駅まで、上天満町の工場から恋の消防車まで追われていった時はもう福島町もどこも焼けて何もなかったです。ただ恋の JR の駅の辺に家があって、恋の電車の駅の方も家が焼けてなくなっとったです。はい。もちろん電車も通りませんよね、その日は。恋から廿日市の消防自動車に乗って帰って、帰りに楽々園で顔へやけどした人がこっち来るんでいうことで、どうでもいいかったらまあしょうがない、そういうふうに、決まっとるんならので消防車が行くんですからどうしようもない。それで行ったら降りたら天ぷら油にどうして分かったやったら天ぷらの揚げかすが残ったような、そのハケもそうなんかついとったです。その人また消防車に乗せてもらって家まで連れて帰って。廿日市の病院です。やっぱり油塗る、うがいをする、油塗る、他は何も。1月半ぐらいですかね、リヤカーで連れてってもらって、通院ですよ。入院はそこでもう油ばかり治しようがない思ったんですよ、私も。お医者もうちじゃ言うて言いますから田辺。それで原爆病院へ入院しました。1年半か2年か1年半、それからずっと。で退院も自分で歩けんですから連れて帰ってもらいましたが。学校は辞めたんですよ。行くことができる家におったんですから、行かなかったんですが、家がそこですから学校産院を辞めてブラブラしよったら初校の先生が昔は今はこう鉄の網で昔は網がなしこう伸びて毎日はこうじっとして行けんですから散歩して歩きよったら「うち来いや」言うて普通科ができて、それでできたから来い言うて、ですから1年半いかなんだけど1年半ぐらい学年は遅れておりますが初校を出ました。はい。原爆に遭うてからずっと耳鳴りしてます。現在もしてます。ずっとしておりますよ、両方が。5年か10年前は酒飲むとこっからとにかく真っ赤になってすぐ。ほいで苦しいで酒飲むとたくさんじゃないんですよ。でも私は仕事が酒屋でおりましたもんですから中国浄土でね。ほいで走ったりすることができませんよね。さっき言いましたここから半分が走っても歩いても赤くなるんですよ。やけどはやけど傷ついた分は
1年ぐらいですかね。原子爆弾が恐ろしいか、戦争が恐ろしいですよ。原子爆弾や戦争自身が。世の中に戦争なんかあっちゃいけませんよ。平和で皆楽しい。戦争で、原爆でのうても戦争で亡くなった人もたくさんおられるでしょうからね。そう思います。どこの国でも戦争がない方がいいですね。